歴代のりきです。リクエストの方一つ、2つですねいただいておりまして、前々回でしょうか、占わさせていただきました平野翔さんに関して、結婚相手のイメージどのような人なのか占ってほしいというリクエストいただいております。あと結婚の時期、そして仕事運なんかも見てほしいというリクエストもいただいております。リクエストありがとうございます。平野翔さんなんですけれども、キンプリ、そしてジャニーズも辞められまして、新しい、なんて言うんでしょう、ナンバーアイ、ナンバーアンダーハイフンアイかな、新グループでも活動されてるんですね。始まったんですよね。もうまさに今ね、新たな27年のサイクルが始まっている今年2023年なんですね。この間見ていただいた方は分かると思うんですけれども、なんかすごいいいタイミングで新たなスタートを切られてるのかなっていう気がしますけども、もう一度ですね、平野翔さんのホロスコープの方、まず見ていただきましょう。定宿、水曜日生まれの方なんですね。定宿は合住宿に属しております。水曜日生まれの方ですので、甘い部分、人付き合いに関して非常に、ソフトな、当たりを持ってる方だと思いますね。そして定宿ですので、平野さんの場合は、表向き10、そして根底では5、強さをしっかりと持ってらっしゃる方じゃないかなという気がします。それでですね、前回ですね、私間違えてたのが、命理が宗門遷移3、開門貫禄位1なんですね。前回確か私22で紹介してしまったのかなという、大変申し訳ありませんでした。一つのね宿世が4則で分かれてるんですけれども、分割されてるんですが、平野さんの場合は宗門遷移が3、そして開門貫禄位1ですね。前回私22で確かやってしまったなと思ったんです。ただですね、今年2023年は命宿に当たっております。まさにご自身の命理が当たってるんですね。この貫禄位、そして遷移と、遷移が発展していく力、そして貫禄位はちょっと開門が当たってますけれども、ルーティンワークなどを暗示してますよね。職務に準ずる、従事するという、そういうセクター、そういう力、ただそこに開門がちょっと当たってるので、少し何か自由な気風が欲しいのかなっていう気がしますね。だから今回新たにスタートしたナンバーアイという新グループが、その平野さんのやりたいことと合致してれば非常に良い、機運を生み出していくんじゃないですかね。実際仕事運なんですけれども、ホロスコープ上見ますと結構これからね、いい機運が続いていくんですね。強い機運が。貫禄位、そして副相位。今年が、25
6歳。まあ、ちょっと旧暦換算で、27で計算してますけれども、27、28、29、そう、30から副総位に入ります。で、30、31、32の、約中盤から加害。この加害。で、その後、今期がおそらくここで来るんじゃないかなと前回予想したんだけれども、名位が来るんですね、序門名位が。だから官禄位、副総位、加害位、名位と。この流れ。だから副総位があるんで、ちょっと、なんとなくご自身のやりたいことを追求したいという機運が今あるんじゃないかなと思うんだけれども、やっぱりお仕事大きな節目ですので、やっぱり仕事運に関しては非常に強いんじゃないかなと思います。で、加害っていう要素が入ってくるんですけれども、この要素も検問が当たっていらっしゃるんですね。加害自体は自分が攻撃に出る、打って出るという力、エネジー持ってるんですけれども、逆に攻撃されちゃうっていうような、そういう力も持ってるんですね。ですが、平野さんここに検問が当たってらっしゃいますので、結構高まりがあるんじゃないかなっていう。で、その後に名医が来ますから、だから仕事運に関しては、ご自身がやりたいことと合致してるのであれば、ぐんぐん、機運は高まっていくという流れの中におられます。でね、結婚相手何宿の人がいいかなって調べてたんだけれども、碧宿、貴宿、申宿、子宿の方と相性がいいです。碧宿は安住宿、子宿は和前宿、貴宿は休息宿、そして申宿は独外宿に分類されてます。申宿の女性っていうのは非常によく働く、精力的に働く、そして色恋に関しても非常に積極的なんですね。で、こういう女性と平野さんは合う要素っていうのは持ってらっしゃると思いますよね。低宿で、ご自身の腹の底にはすごく強いものを持ってらっしゃるんですよ。激しいもの。だからこの伸縮の女性と合うと思うんですけれども、いざ結婚となると、私宿か碧宿の方、もっと言えば碧宿、安住宿に属する碧宿のような人を支える安定感のある女性と一緒になるのではないかなという、そんな感じがしました。ちなみに貴宿なんですけれども、貴宿はね、ちょっと少し浮世離れしたような感覚が、ある宿世ですね。鬼の宿で、釈迦牟尼がね、この宿の生まれって言われてるんですけど、ちょっと高貴な感じがする、ふわふわした感じがする宿世かな。で、この要素っていうのは平野さん自身が結構ちょっとふわふわ感みたいの持ってらっしゃるかもしれない。だから、今の若い夫婦の感じで言えば同じような、ね、プラスとプラス、マイナスとマイナスがくっつくっていうこともあるのかなと思うんですよ。友達感覚とか、一度トライしてみようっていう感じで結婚。あるのかなと思うけれども、やっぱね、宿世でいうと碧宿の女性、もしくは碧宿のような、女性の方と一緒になるんじゃないかなっていう気がしますね。改めてね、ホロスコープ見てみたんですけど、やっぱね、結婚の時期は、34、5ぐらいかな。それより前にあるとすれば、30、31の閉門副総位の時に、ひょっとしたらあるかもしれない。ただこの段階では、まだお仕事モード、お仕事忙しいんじゃないかなと思うんで、やっぱり34とか35ぐらいなのかなっていう気がしますね、時期的には。で、ちなみにね、低宿の水曜日生まれの方は孤独命も持ってますので、あんまり結婚にこだわりすぎて慎重になりすぎると、一生一人で行ってしまうというような動線も持ってらっしゃいますね。それでも多分苦にならない、十分自分らしく生きてゆかれるだけの、一人上手なテイストっていうのを持ってらっしゃる。
そういう粛清ですね。さてさて、そこら辺踏まえながらちょっと理想の相手のイメージっていうのをね、ちょっと見ていきたいなと思います。では参りましょう。まずはメイ。ワンドのプリンスだね。ワンドのプリンス。インスティゲーション。扇動とかだよね。そして、5、です。結構これは大きい意味合いだよね。ダールかな。そして、タイと。ソードの1。結構強めですよね。だからこれ5の山として見れば、なんかこう過去の恋愛経験みたいなもの、痛手みたいなものを、原動力にご自身の、理想、恋に対する理想、結婚、に対するこう、原初的なひらめきみたいなもの、そういうものを感じますね。そして裏打ちの名号、ドン。6 of Wands サクセス。非常に強い女性がポンと出てきました。そして、5。Disappointment。そして、タイと。どうだろうね。この5 of Disc は、よく取れば一生添い遂げる。悪く取れば、見るべきものが見れなくなっちゃうみたいな。なんとなく過去に付き合ってた女性との再燃みたいなものを感じる。もっとだけれども、彼女と人間臭い部分で何かこう添い遂げたいというような力。かな。そしていきましょう。ドン。おっと来た。エンペラーが来た。皇帝ですね。ワオーンと鳴いておりますが、やはり翔さんの強い部分、真の部分を感じます。そしていきましょう。最後。ドン。おー、来た。ユニバースだ。完璧。完成。だけど、すごい理想を持ってらっしゃるってことだよね。どうかな、読みほぐすと、やっぱ、なんか過去の恋愛で、なんかすごい思うところがあったと、すごいね。で、なんか、それを原動力に、もう、俺の理想みたいなもの、そうじゃねえんだよ、うおーんみたいなね、なんか、こう、なんかな、出会うタイミングとか、出会う機会があるんだったら、一般の女性の方かな、自分の職場では見出せないような女性。で、何かこう人間的なもっと、つながりっていうか、お互いのリレーションシップ、信頼関係みたいなのが欲しい。かな。だけど、やっぱり理想すごく高いだろうね。多分、翔さんが理想って高いってなると多分相当高いよ。だから求めてらっしゃるのはなんか普通の女性を求めてるのかなっていう感じがする。なんか過去の恋愛の痛手っていうか、そこから得た教訓でやっぱり、自分が望むなんか普通の家庭みたいなもの、普通の幸せってみたいなものを絶対に気づきたいんだ、絶対それを、そこにそういう家族を作りたいんだっていうなんかすごい力を感じます。とりあえずこんなん出ました。いかがでしょうか。だけどなんかそうかな、同じ業界の人でなんかそういうものを
なんか本当に普通の家庭みたいなもの、本当のなんか素朴な幸せを求めたいんだけれど、なんか完璧さを求めるあまりにそれがちょっと難しいから、やっぱなんか普通の方、一般の方とかと一緒になるんじゃないかなっていう気がするよね。まあ出会うチャンスがあれば。もしくはそういう感覚を持った人かな。ただあんまりこだわりすぎると、やっぱね、孤独名の、機運が色濃くなってきちゃうからね。あんまりこだわりすぎるとね、根拠を逃しちゃうかなっていう気もします。そうだね、やっぱりね、翔さんの、やっぱね、理想に、叶う女性っていうのは、やっぱ翔さんより強くないとダメだね。翔さんより頼りがいがあって、まあ、年上ないし、年上のような人、女性じゃないとなかなか難しいよっていうのが。本当理想の人見つけたとき、完成するっていうね。ビジョンが完成する。さてさて、いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。レキタロトリッキーでした。それではまた、バイバイ。